ドーベルとマックイーンがフェリー送りになったとブライトが言っているので詳しく話を聞いてみると己のカルマと強制的に向き合い強制させる希望に満ちた船だと教わったメジロパーマー。ドーベルとマックイーン様がメジロフェリー送りになりましたわー。ドーベルとマックイーン様がメジロフェリー送りになりましたわー。ドーベルとマックイーン様がメジロフェリー送りになりましたわー。わかったから。ごめん。やっぱりわかんないや。ほわー。ねえブライト。はい。ドーベルとマックイーンがメジロフェリー送りになったって詳しく教えてくれない？っていうかメジロ家がフェリー事業を開始してたことも知らなかったし。サプライズですわー。確かに驚いたけどさ。でもこう言っちゃなんだけどメジロ出してビロくあれこれやってたとしてもおかしくはないかなって。驚いてくださらないのですか？いや、驚いたのは本当だよ。ほわー。ドーベルとマックイーンがメジロフェリー送りになったことだけど。ではサプライズ大成功、ですのねー。そうだね。って話が脱線しちゃったね。教えてよブライト、二人がメジロフェリー送りになった件。ですからドーベルとマックイーン様が乗り込むことになった船ですわー。私が気になってるのはメジロフェリー送りになったっていうところなんだよ。ほわー。だってそれだとフェリーに乗せること自体が目的みたいな感じじゃん。フェリーでどこどこ送りになったって言うんじゃなくてさ。そうですわねー。メジロフェリー、それは希望に満ちた船ですわー。生かしてる禁止。5656123。ああ。うわ出た。言ってるそばから。お船は希望に満ちてる。つまりそういうことだ。どうです。ご理解いただけましたでしょうか？それだけだといまいちわからないけど。でも希望に満ちた船っていうくらいだし変な船ではなさそうだね。ただでさえメジロの事業なんだし。もちろんですわ詰め込まれた皆様は各々のカルマと強制的に向き合い悔い改めることができますわちょっと待ってブライト。ほわ希望の船ってブライトは言ってたけどなんかちょっと思ってたのと違うというか。簡単に言ってしまえば下船する頃には真人間になれるとっても素晴らしい船ですわこれが希望でなくてなんだというのです。そういう考え方もあるのかな。フェリー送りってそういうことか。フェリー自体が協定施設的な役割を持っているんだね。ちなみにこれがそのフェリーですわどれどれ。1、普通のカーフェリー。2、と海立って貨物船みたいなフェリー。と海立って貨物船に見えるんだけど。それも新規事業という割にはだいぶ使い込まれた船っぽいし。貨物メインで乗客はついでってフェリーは存在するんだよね。飛行機のエコノミーやフェリーの一般乗客はちょっと上等な荷物くらいの扱いですわね。あくまでおまけのこっぱ。乗船人数が13人以上じゃないと旅客船として認められないとか色々法律があるみたいね。YouTube で旅客船じゃなく貨物船に乗って離島へ行く動画見たけど寝泊まりするところが1000円の部屋や風呂やトイレなどの居住スペースをそのまま動画主が利用してて面白かったな。小笠原航路の行商丸がそれに当たっていて昔は旅客乗船もできたんだよな。今はやめちゃったけど。ご心配無用ですわ冷暖房 Wi-Fi 完備の新鮮ボロフェリーですわそうなんだ。ボロは来てても心は錦。ということですわまあいくら真人間になるための船とはいえこのご時世ならそれくらいの設備は当然なのかな。何にせよ良かったよ。牢獄みたいな場所じゃなくて。ほわ牢獄の方がマシという声も聞きますわそうなの？はい。何せ戦場での強制となりますので脱出することは不可能。担当拷問官の攻めにひたすら耐えるほかないのですわなるほど、トレーナー側からすれば船にはそういうメリットもあるんだね。一部の馬娘は水上走りも可能ですが陸から遠く離れた場所から水上を走り続けることは不可能。事実上脱出不可能な強制施設として人気を博していますわそんな船の中で二人は何をやらされてるの？ドーベルは現行ですわだよね。ドラクエ1、2のリメイクが発売されたとかで現行の進みが遅れていただけならまだしもトレーニングにも支障が出たそうで。ああ、それは良くないね。カレン様とタキオン様が声優で参加されておりゲームに入れ込みたくなる気持ちもあるでしょうがさすがにトレーナー様もお怒りですわなのでメジロフェリー内でトレーニングもしつつ現行を進めているはずですわなるほどね。じゃあマックイーンは？
太り気味を船内施設で解消ですわまあそんなことだろうと思ったけど。マックちゃんは幾野の件でとうとう島流しの刑に処されたのかと思った。でも船だとコースを使ってのトレーニングはどうやってもできないよね。それってやっぱり困ったことにならない？船上で走れるだけの距離がない。じゃあ大洗女子学園のような全長約7600メートルのトレセン学園艦を作ろう。中トレセン学園艦。学園艦を作ったらあとはオリジナル温度と不死だらな母でガルパン3大要素が出揃うな。トレセン温度とホワイトナルビーさんがおるやろ。こちらの資料をご覧くださいませ。あれ？このコースは船内施設として存在するコースですわコースが船内に存在するの？ですわどうして？どうしても何もコースがないとトレーニングに困りますし。そうなんだけど。一周3600メートルのコースがボタン一つで全国の主要レース場の姿に形を変える面白ギミックも盛り込まれていますわすごすぎるでしょ。でもこの船さっきの船の写真を見た感じそんなに大きくないように見えたんだけど。そこは目白とトレセン学園が提携し空間接続を実現することでクリアしましたわ目白ってそんなことまでできたの？それともトレセン側の技術？トレセン側には技術はあっても金がない。目白には金はあっても技術はない。こんなところか。実際馬娘世界には馬レーターとかあるしなんか突拍子もないことが実現されててもあめってなる。他にも各種施設が揃っておりますわ単純に興味出てきたよ。まずは食堂。へえ、食堂はあるんだね。見た目が貨物船だし共生施設だし冷凍食品の自販機で好きなの買ってレンチンするタイプかなと思ってたよ。さすがにそれはありませんわだよね、トレーニングもするのならちゃんと食事はしないとね。トレーニングするためには食べてパワーをつけなくちゃ。でもフェリーの冷凍食品自販機ってなんかワクワクするんだよね。旅動画のやつで見かけるよな。どう考えても割高なんだけど旅気分だしまあえっかってなるんかな。サンフラワーの見てきたけど牛丼が700円か。ちょっと抵抗感あるかも。貧乏症の俺は外で弁当買って持ち込む。コックさんも一流ホテル等で経験を積まれたベテランさんを雇っていますわいいじゃん、味も保証されてそう。マックイーン様もこのようにお喜びのレーンを。へえ。ケーキもねえ、アイスもねえ、紅茶もそんなに置いてねえですわ。私こんな船嫌ですわ。私こんな船嫌ですわ。早く太り気味を解消してメロンパフェ食べますわ。喜びのレーンとはちょっと違う気もするけど。まあその船はそういう施設なんだし嗜好品は置いてなくて当然かもね。ですわちなみにコック長は某トレーナー様で仮にテロリストがやってこようとも逆に魚の餌にしてやるとのことですわ物騒なのはちょっと、安全が確保されてるのはいいけど。客室とキッチンには結構な数のアイテムが存在したり船長室には船酔いに苦しむ船長がいて背中をさすりしてあげると元気になって AI 切りの秘伝マシンをくれますわそんなポケモンを再現しなくても。遊び心も必要。ほわ、その目白フェリーから電話ですわもしもしほわー、そうですかではそのようにお願いしますわねえブライト、どうかしたの？目白フェリーに要求が届いたそうですわ要求ってテロリストってこと？でもテロリスト対策は万全なんだし心配することないんだよね。丁重に迎え入れたそうですわなんで？ルドーグ及び北ナルトを成田トップロード本の本書及び無期限停止こちらが要求でしたわお相手方の要求は至極もっとも言いたいこともたくさんあるでしょうし本人の元までご案内ですわ逃げ場もないしドーベルもどうしようもないね。自業自得定期。エスポンとスペだけはなんか違う船に乗せられてる。エスポはいい子なんだからそんな船に乗せられること自体にそもそもならねえんだ。スペ、パーでも買い占めてろよ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。